ごいでしょ。今は分かんないんですけど、昔は全然そういう教えてもらえるところが少なくて、なんか違う国に行こうと思って日本に来ました。ピスタチオと普通の味。お菓子の学校入った時は韓国に戻ってお店をやろうとかそういうのは考えてなかったんですか？そうですね。なんかそもそもお店をやろうとか何も考えてなかったから、ただお菓子を勉強してっていう感じでした。その時はお菓子作りが一番好きだったので、あんまりそんなに具体的なそういうの決めずに、とりあえずやろうかみたいな感じで始めたんです。その流れでここまで来たっていう人生わかんないですよね。こっちに来た時は、日本語って喋れてたんですか？日本ペラペラではなかったんですけど、でもわかるみたいな感じ。どうやって勉強したんですか？韓国入る前に日本語学校で1年ぐらい日本語の勉強をしないといけないっていうのがあって、ほんで日本語学校通ってから専門学校入りました。そうです。行かないとね、学校に入れないからね。学校の先輩が同じ韓国人の人が働いてる店にちょっと募集してるからちょっと働いてみるみたいな感じで声がかかってきたから働いてみようかなってなって、そこに就職して
1年やって変えるつもりだったけどなんか3年ぐらいやってて、で今の旦那さんとそこで出会って、で結婚してっていう感じです。うち結構罪悪感あるお菓子を売ってるので、あんまり健康を気にせず美味しく食べたいっていう方が来ます。これはバニラです。ちょっと雑にしても可愛い感じがあるから好きなんです。その日によって形変えたりとかしても、日によって自分の気分で変えたりとかしてます。こことかもね、値段が上がってて大変です。
旦那さんの転職でずっとお家にいたんですけど、車もないし働けるとこもあんまりなくて、田舎だったんで仕事がなくて結構辛かった。東京帰ったらなんか自分のためになる仕事をやろうって思って、私何しに日本に来たのかなみたいな感じを結構その時に思ってて、それがきっかけです。メニューが本当に変わるんですよ、毎週変わるので、だからお客さんによく「次は何が出るの?」っていう質問がよくあるんですけど、ちょっと困る、分かんない自分も。
最初の頃はもうなんかめっちゃ帰ってたんですよ。2ヶ月1回ぐらい帰ってたから、ホームシックを感じる時間がなかった。感じる前にも行っちゃってるから。逆にずっと向こうにいると不安なんですよ。私はもう生活の全てが日本にいるから、ずっと1ヶ月ぐらい長居すると、もうそろそろ帰らないとやばくないみたいな感じになります。性格的にあんまりチリな感じのできないからラフな感じでお客さんも普通にパッて買えるし、包装持ってきてないし、クッキーもこういう袋にもう入れて渡すだけなんで、普段からもう気軽に食べてほしいって感じですね。そうそう、31って選べる楽しさがあるじゃないですか、どれにしようかなって。そうだから結構時間かかるお客さんいっぱいいる。時間かければかけるほど嬉しい。
あ、こんにちは。金髪になりました。金髪になって。プリンもプリンも。あ、プリン食べたいですか。プリン食べたい。プリン2個とこれにしよう。多いでしょ。変な感じ。そう、私の実感がそんなに。ありがとうありがとうございます。また来ます。こんにちは。